どうも乾杯頃です。いつもはポケモンをしながら札幌の街をゆるっと紹介しています。今日は日本三景の一つ松島にやってきました。目的はラプラスのマンホールですが、せっかく日本三景に来たからにはやはり景色も楽しまないとということで、展望台まで歩いてみようと思います。車なら簡単に行ける場所ですが、徒歩だと 1.4km、しかも上り坂なのでちょっとためらってしまう距離です。でも絶景とビールを美味しくするために頑張って登ります。皆さんも歩いて行けるかどうかの参考にしてみてくださいね。それではShall we go。結論から言うと20分弱で展望台に到着しました。ただ動画が長くなってしまったので早送りでご紹介します。僕自身途中で本当に着くのかなと不安になる場面もありました。なのでこの動画を参考にしてもらえればと思います。歩いていくことちゃんとできますよ。ポケモン GO の画面が突然真っ黒になる現象、原因は不明です。ただアプリ自体はちゃんと起動していて、ポケモンも問題なくゲットできていました。もしこの現象の原因をご存知の方がいらっしゃったらぜひ教えていただけると助かります。下りの車が多かったのは少し上に無料の駐車場があるからだと思います。そこに車を止めて松島観光を楽しんでいる方が多いのでしょう。すれ違った人たちもおそらく観光に向かう途中だったのだと思います。この時点ではまだ気づいていませんでしたが、後からそう感じました。この辺り横断歩道を渡った先に駐車場があります。そこまでは人通りもあったのですが、そこから先は急に人がいなくなりちょっと不安になりました。ここから先は景色も変わり目印もほとんどなくなってちょっと不安になる時間帯でした。本当にこの道で合ってるのかなと少し心細くなった瞬間です。乾杯なちゃん、これから向かう白衣観音展望台について教えて。白衣観音展望台、松島の島々を一望できる静かで力強い絶景の舞台です。ここは観光地の喧騒から少し離れた高台。白衣をまとった観音像がまるで松島を見守るように佇んでいます。その足元に広がるのは海と空と島々が織りなすまるで水墨画のような風景。登ってきた疲れもこの景色を見ればすべて報われる、そんな瞬間がここにはあります。白衣観音展望台はなぜ作られたの？白衣観音展望台、それはただの景色スポットじゃないんです。この場所は松島の絶景を見守るように建てられた祈りと静寂のシンボル。高台に立つ白衣観音像は旅人や地元の人々の安全、そして心の平穏を願って建てられたと言われています。もともとこの一帯は西行戻しの松という伝説の地。平安時代の歌人西行が松島の美しさに圧倒されて入るのをためらった、そんな逸話が残る場所なんです。そのためらいの先にあるのがこの展望台。つまりここは心を整えて景色と向き合う場所なんですね。なるほど、事前にその背景を知っているだけで目にした瞬間の印象がまるで違ってきますね。ただの風景が物語を持った場所に変わる。旅ってそういう気づきの積み重ねかもしれません。ここまで来れば展望台はすぐそこ、そう思ったのですが、実はもうひと踏ん張り。あと少し、景色とご褒美のために頑張ります。わかる、もうすぐって思ったらまだあるんかいってなるやつ。でもね、ここからが乾杯タイムの本番。ラストの坂道こそテンション上げて乗り切るべきステージなんです。景色とご褒美のビールが待ってるって思えば足取りも軽くなる。
はず。それにこのあと少しの時間が展望台の感動を何倍にもしてくれるんだよね。さあラストスパート行ってみよう。頑張った甲斐があった。色違いポケモンゲットしました。ボックスがいっぱいになってしまったので、ここで一度チェックして不要なポケモンは博士に送ることにします。お香を焚いているおかげかポケモンがたくさん出てきますね。さあいよいよ最後のひと踏ん張り。目の前にはちょっと急な坂道でもこの坂を越えれば絶景が待っています。1400メートル歩いて28匹のポケモンをゲット。そのうち1匹はなんと色違いでした。日本三景の一つ松島の絶景をお届けします。それではいよいよ乾杯スポットへ。ご褒美の瞬間はすぐそこです。この時点では正直ビールを期待していました。でもここにはそれ以上に心を満たしてくれるカフェがありました。景色と空気、そして一杯のコーヒーが十分すぎるご褒美です。そう、この瞬間ビールじゃなくても心が満たされるって初めて思ったかもしれない。その理由が心満なんです。松島湾を一望できる高台にあるこのカフェはまさに絶景の特等席。壁一面ガラス張りの店内からは海と島々が織りなすパノラマビューが広がっていて、春は桜、夏は青空、秋はもみじ、冬は静寂、季節ごとに表情が変わるんです。そしてスイーツとパンはすべて自家製。焦がしカラメルが香ばしいタルトタタンやグリエールチーズがとろけるクロックムッシュはまさに景色に負けない主役級の美味しさ。運営しているのは地元の老舗松花堂菓子店だからこそ、味にも空間にも松島らしさがぎゅっと詰まってる。乾杯な的には絶景×自家製スイーツ×静かな時間イコール心の乾杯完了ってことで、次に松島に来たら絶対また立ち寄りたい場所です。このチャンネルを盛り上げるためにインスタグラムを開設し、ここが記念すべき初投稿の場所となりました。コメントも入れようと思ったのにスマホ操作に手間取って断念。結局後でパソコンからコメントを追加しました。この場所が SNS デビューの聖地になりました。次回は温泉に向かいます。入らないですがお楽しみに。どれキャンパイ笑顔はじけて飛び出す未来、キラリ光るグラスの中にゴーでキャンパイ今この瞬間輝ける世界キャンパイ